今日私のオフィスからこの YouTube をお届けしています。ここ私のオフィスチェルシーの真ん中にありますね。とてもいいところです。すぐにその辺に、マディソンスクエア公園があって、憩いの場になっています。じゃあちょっとカメラパンしてみてください。こんな感じですね。ここが待合室なんですね。それでここを開けるとこんな感じでセッションルームですね。こう患者さんがリラックスしやすい雰囲気を作っています。ちょっと照明も暗めなんですね。ここに、ここで、座ってお話を聞いて私が聞くということですね。ここに座っていただくところです。で、私が座っているのはここなんですね。そんな感じです。で、セッションルームで私はここに座ってるんですね。で、もうちょっと暗めの照明になりますね。こんな明るいところで秘密っていうか込み入った話はできないので、やはり、もうちょっと暗めの照明にして私がクライアントの方、患者さんにお話しするのはこの椅子なんですね。で、こちらにパンしていただくとここに患者さんに座っていただくっていうことになります。そうです。で、こんな雰囲気でやっていくので全然暗いとかそんな雰囲気はないですね。割と明るめにもうちょっと笑っちゃったりする時もあるし、そんな感じでセッションをしています。はい、催眠療法のお話をここのチェルシーのオフィスからしております。セッションルームですね。ここに寝ていただいて催眠に入っていただくんですけど、催眠に入った時にどんな感じになるか、映画と全然違います。そういう感じにはならないですね。よくセッションの後で話したことを覚えているのかとか聞かれますけど、普通は覚えてますね。だから要するに夢の中に入るとか催眠状態に入るっていうことが映画の中のことと全然違うんですね。どちらかというと深い瞑想に入ってるみたいな感じですね。だから、言ってることも分かるし、言ってることもコントロールできますね。言いたくないことを言わなかったりしますね。後でバレたりして言わなかったんですって告白されることがあります。だから、そういう感じですよね。で、だから自分にコントロールがあるということです。私がコントロールして何かを言わせたり命令したりっていうことは私はできないと思っていますね。だけど結局95% の脳の使用量、95% までの脳の使用量になるので、意志の力っていうのは普段と全然違うんですね。そうすると普段と全然違うので、例えばですよ、タバコをやめるとしてきますよね。で、私のやり方っていうのは実はタバコをやめたくなりますとか、タバコを吸うと気持ち悪くなりますっていうのはあんまり使わないんですよ。それはリクエストがあれば使うんですけど、それをダイレクトサジェスションっていうんですね。直接、要するにサジェスション、示唆を与えるっていうこと。例えばお腹がいっぱいで何も物が食べられませんとか、そういうやつですね。それもいいんですよ。で、それで要するに食欲を抑えていく、あと禁煙させるっていうことなんですけども、でそれもいいんですね。それを要するにポジティブリインフォースメントって言って、ポジティブなことを要するにずっと体系づけていくっていうことなんですけど、それも効くんですよ。催眠療法すごくね、いいことなんですけど、でもやっぱりタバコを吸う原因、食べ過ぎる原因、私もそうだったんですけど、私のウェブサイトを見ていただければ分かるんですけど、そうですね、20キロぐらい痩せましたね。23キロぐらいですかね、トータルで。で、催眠療法を始めてから18キロぐらいですかね、痩せたんですけど、それはやっぱり食べ過ぎてたからですね。で、食べ過ぎてた理由っていうのは私のことですよ。私の場合でいくとやっぱり嫌なことがあったからです。要するに自分の中に嫌なもの、負のエネルギーですよね。負のエネルギーがあったので食べてしまうんですね。その食べる行為っていうのはディストラクターというんですね。ディストラクターっていうのは要するに自分が本当に考えなきゃいけないこと、その自分の問題、負のエネルギーから自分をそらす、それを考えなくてよく考えなくてもいいっていうことにするっていうことをディストラクターっていうんですね。要するにそらせるってことなんですね。そのそらせるっていうのがディストラクターが私の場合食べ物だったんですね。で、食べ物に行ったんですけどね。だから要するに嫌な気持ちになればなるほどもっと食べるわけですよ。要するに嫌な気持ちになればなるほどその嫌な気持ちというのは味わいたくないから
そのなんか自分を気分よくさせることが必要になってくる。それはディストラクターなんですね。ほとんどの方が自分の大好きなことに行きます。で、私の場合食べることなんですね。食べることが大好きなのでね。で、タバコが好きな方はタバコに行きますね。それで仕事が好きな方は仕事にドーンとのめり込みますね。で、アルコールが好きな方はどんどん飲みすぎます。そしてアメリカなどでそうですけど、ドラッグですよね。ドラッグ恐ろしいですよ。だってそれディストラクターですね。だから要するに考えたくないことを考えないためにドラッグをやってしまえば考えなくて済むわけですからね。それでだけど要するにオーバードース、要するに過剰摂取ですね。それで死んでしまうということですね。要するに死と引き換えにしてもそのことを考えたくないということなんです。それほど強い負のエネルギーがあるということなんですね。でもそれは例えばドラッグだけじゃないんですね。例えば体重もそうですよ。実は食べ過ぎて太るということは不健康です。それもだから要するにアルコールだってそうですよね。要するにアル中っていうのは実は専門家の間ではとても時間のかかる自殺だという方もいるんですね。やっぱり肝臓をずっと痛めつけてもう挙句の果てにはやっぱり死んでしまうということじゃないですか。あと食べ物もそうですね。食べたらやっぱり血圧も上がっていくしコレステロールも上がっていくし、やっぱり健康ではないですよね。長生きはできなくなってきますね。だからその要するにディストラクターというものを要するに取り除くっていうスタイルが私のやっているスタイルなんですね。はい、それではですね、その催眠療法の、幼児対抗についてなんですね。そうですね、要するに自分がとっても傷ついてしまって自分の自己イメージを高く保てない、お父さんに叱られたとか、なんか一人ぼっちに置き去りにされたとか、それが要するに置き去りにされたことでもう二度とお父さんに会えないんじゃないかと思った孤独感、お母さんに会えないんじゃなかったと思った孤独感、そんなのがありますね。そういうのを解消するためにその時点に戻ってその誤解を解く。要するに誤解なわけですよ。だってお父さんは絶対に帰ってきたわけだし、一人で置き去りにされたわけじゃないですよね。だけどそういうふうに感じてしまったっていうことがあなたの孤独感を作ったりするんですね。本当なんですね。だから、そうですね、自分の自己イメージも高く保てない理由がやっぱり要するに叱られた一言だったりするわけですね。でそれは要するに誤解なわけですから誤解を解いていくわけですね。あれは怒られただけで自分はまだいい人間であるというところに行くんですね。でそのシーンなんですけども、要するに自分の大人の自分とあと小さいバージョンの自分ですよね。要するに小さい時の自分っていうのの対話なんですね。そこに行って実際に催眠の中で要するにその小さいバージョンの自分に話をするわけですね。ああこれはお父さんはただ怒っただけだと。で両親を例えばプレイグラウンドで見失ってしまったけどそれは捨てられたわけではないっていうことなんですね。本当ですよね。本当のことを言って要するに誤解を解いていくわけです。要するに捨てられてもないし自分はダメな人間でもないっていうところに気づかせるってことなんですよ。でその対話が小さいバージョンの、自分と大きいバージョンの自分との対話になるんですけど、それはもうすっごく美しいんですね。やっぱり自分ですよね。小さいバージョンね。その自分をやっぱり一番惨めだった自分ですよね。自分の一生の中でそれはね一番最悪の時の自分なわけですよね。それをやっぱり認めてそれいい子だと、要するにいい人間であると、ちっちゃいから要するにいい子だよっていう風になるわけですね。それでハグとかするんですけど、そうすると皆さんもう本当に要するに雪解けですよね。自分を受け入れるってことです。僕はだって小さいバージョンだけど要するに自分なわけですから、それを受け入れていくっていうことが結局この自己イメージの改善につながるわけですよ。でそこで要するにハグとかしてよかったねっていう話で、それで私は時間が許せばそのフリートークっていうのに入っていただくんですよ。患者さんとちっちゃいバージョンと大きいバージョンで今までの人生でこんなことが起こるよって、例えばニューヨークに住んでるからいらっしゃる方なんかニューヨークに来て自分は例えばこんな仕事してるんだよって言うともうなんか小さい方のバージョンのワクワクするわけですよね。ニューヨークに早く行きたいっていう感じになるんですね。でそんなことをやっていただいてすごい感動的なんですけどね。なんか催眠の中で自分が小さい自分と対話しながらクスクスとか笑ったりもうすごく美しいんですけど、でそれで最後に雪解けとして要するにハグ、要するに自分を受け入れたというところまで行くんですね。そうするとあら不思議、要するにこの子供が自分を痛めつけるようなタバコを将来吸うのかっていう質問が来るわけですよ。
でそれを質問すると皆さんありえないっていうわけですよ。タバコなんか吸うわけないこの子供がっていうわけですね。要するにタバコを吸った原因っていうのは自己イメージの悪さであって、要するに自己のイメージが悪かったからそれが辛かったからタバコを吸わなきゃいけなかったわけじゃないですか。だから要するにタバコを吸うっていうことがもう必要なくなったわけですね、この子供には。だって自己イメージが良くなっちゃったから。それが要するにエイジリグレッションなんですね。それが幼児対抗なんですね。やっぱりその過去に帰って問題だったところを要するにきれいにする。そうすると負のエネルギーがなくなって、そして自分に対する自己イメージが上がってると。自分はいい人間だと思う。それがでも真実だったわけですね。負っていうのはそこで植え付けられたわけですからね。だって要するに嘘をついて心を変えるっていうのはできないですよ。だってすると結局ボロが出てきてそれは絶対無理ですからね。だから患者さんに理解して、要するに患者さんが受け入れるまで続けていくっていうことですよ。私がコントロールして、例えばそうですよ、自分のこといい人間だと思ってくださいねとかって言ってもそれは無理なんですね。だってそれ嘘じゃないですか。でそういうふうにそれによって時間がかかる方もいるんですね。であとその負のエネルギーっていうのはいろんなところから来てる方もいらっしゃるので、そういうことで、その方によって時間がかかる方もいれば1回で済んでしまう方もいるし、とにかくいろいろなんですけどね。それが幼児対抗というやり方で、その幼児対抗をして負のエネルギーをきれいにすると。そうすると今までと違ったビヘイビア、要するに違った行動になってくると。タバコがやまると。要するに自分の悪いイメージがなくなったらタバコ吸う意味なくないですか。だってそんなうさを晴らすっていうことが必要なくなりますからね。うさを晴らすっていうことが必要なくなるとやっぱりタバコも吸わなくなるし、私の場合は食べ物でしたけどね。要するにうさを晴らすために食べてたわけですね。だけど要するに自分はいい人間だ、いいと思ったら、もうだってそんなのどんどん食べて自分のことを例えば太らせてですよ、コレステロールを高くするとか、そんなありえないですよね。考えていただきたいのが、自分のとっても愛する人、例えばお子さんがいる方はお子さんですよね。例えば恋人がいる方はとっても愛している方で、その方にタバコやめてねって言うじゃないですか。だって自分を大事にしてね。だから要するにこんなに大事な人なのに自分にそんな自分を大事に扱わないなんて信じられないという話でしょ。結局自分が愛して大事だと思ってる人にはそういう要するに自分を痛めつけることをしてもらいたくないと思うわけですよ。要するにご自分のお子さんには悪いことをしてもらいたくないわけ。タバコもしてもらいたくないし、食べ過ぎてもらいたくないし、体重を増やしてもらいたくないじゃないですか。それは愛しているからですね。だからご自分を心底愛してたらご自分にそんなことするわけないんですね。ご自分を心底愛していたらご自分を大事にするわけですよ。だってそれは愛してる人だったらどんなに大切か分かっているから、もちろん大切にしていくっていうことなんですね。それが自己愛なんです。じゃあインスタグラムもやってます。MITSUNY ごめんなさい MITSU623NY MITSU623NY インスタグラムね、結構何回も更新してますよ。私今付き合ってる方がロングアイランドに住んでないですね。あれは別荘なんですよ。別荘を持っていらっしゃるので、そこで会った時にロングアイランドの美しいビーチの隣の家なんですね。そこの写真を入れたりとかですね、もういろいろですね。でニューヨークシティのあれとか、あと食べ物の写真で撮るの好きなので結構食べ物の写真も入れてますね。そんな感じでインスタグラムもやってます。でツイッターもやってます。私ね下田景樹先生のツイッターのフォロワーなんですね。でいろいろな下田先生が言われてることにですね、もういちいち賛同してるんですけど、素晴らしいことを言われてね。で私なりに考えたこととかも書いたりなんかしてるんですけど、でツイッターがですね MITSU あれはね、ミツヒポノシス NY なんですね。MITSUHYPNOSISNY なんですね。もう一度言いますよ。ツイッターはですね MITSUHYPNOSISNY ですね。これで調べていただければTwitter も出てきます。であとはそうですね、 E メールでご連絡いただく場合にはそうですね、 E メールちょっと何種類かあるんですけど、一番簡単なのがMITSU ドットですね。そ
それで emig@gmail.com ですね。mitsu.emig@gmail.com ですね。これが、E メールアドレスになります。これで送ってみてください。で、届かない場合あるので、私いつもすぐにお返事差し上げてるので、届いていれば。届かなかったらすぐにもうまたご連絡ください。だから、いろんな連絡の仕方あると思うんですね。新聞に載ってたらビズさんの方に、ニューヨークビズさんの方に連絡してくれても全然伝わるし、あとそうですね、Facebook も持ってるので、三つエミグワークっていうのがあるんですね。私ワークの方しかもう今やってないんですけど、そのワークの方、三つエミグワークっていうのはもちろん働くっていうんですけどね、そのワークの方に、メッセージをいただいても結構です。いろんなやり方でコンタクトを取れるようにしてありますので、どんどん、ご質問とかしてみてください。催眠療法とてもそうですね、効く、そしてそれとても効くし、それで安全で、そうですね、簡単なセラピーだと思ってますので、私はセラピストなのでどのくらいやればどのくらいのことが効くか分かってますけど、これは画期的です。だからぜひ皆さんにやっていただいて、軽やかに幸せな人生を歩んでいただきたいと思うんですね。それが一つ重大なのは、これ日本の方に重大なのは、本も出しております。実はね、2017年の7月1日から文芸社から、出版されています。成功の法則、幸せになるにはエミグ・ミツです。もう一度言いますね。成功の法則、幸せになるにはエミグ・ミツです。それが、書店で、どのネットの書店でも買えるようになっています。私のアメブロに行っていただけるとその情報もありますので、これも読んでみてください。実はね、1200円とかですね。でそれでもし幸せになれたら、もう全然催眠療法よりも全然安いですからね、本当に。でその幸せになるヒントというか、幸せになっていただきたいっていうことで書いたんですね。で私のそれがライフワークですね。だから要するにどんなやり方でもいいわけです。要するに幸せな人を増やせることができたらですね、それは本だとたくさんの方にいろんなこと言えますもんね。で読み返していただくこともできるし、素晴らしいですよね。ここでこのこと喋ってても何回も聞いていただかないと分かんなかったりするじゃないですか。で本っていうのはもうそこにずっと書いてあるので、もうまた読んでいただいても全然結構ですし、でそういうの毎日毎日、その要するにやっぱね、生きてるといろんなことがありますから、ブレたりするじゃないですか。でそれを何かを読んだりリマインダーが来ることでシャキッとなったりするじゃないですか。そんな感じで利用していただくといいんじゃないかなと思ってます。でそれも、成功の法則、幸せになるには、その文芸社から2017年の7月に発売になっています。そちらはネットの書店でも、どこでも買えます。で日本の、そうですね、全国の110の書店に置いてあるはずです。でもしお近くの書店にないという場合は、注文していただけると取り寄せていただけるということになっていますね。で私は文芸社の方にもたくさんお世話になりまして、とてもいい編集の方をつけていただいてですね、その方は4冊のシリーズ本で620万部売り上げたっていうものすごい編集者なんですけど、その方をですね、私なんかの初心者みたいな方に不審者みたいなものにですね、あてがっていただき、本当にラッキーだと思っております。で本のことですね、本のこと、そしてラジオ、そして講演もやり、そして新聞にも出していただいて、それを8年間無職の後にやったと、ね、でそういうことになって、で結局幸せに生きたってことですね。いろんなことを日々ストレスと戦いながらっていうのはあるんですけどね。でそういうことがあるので、それを考えた時にやっぱりこれを伝えていきたいと思ったんです。これが私のライフワークだと、これを伝えていきたいと思ったんですね。で私はこの世の中で幸せな方を一人でも増やしていくっていうことがライフワークです。でそのやり方は催眠療法でもやるし、本でもいいし、新聞でもいいし、ラジオでもいいわけですね。で講演でもいいです。でパーティーでお会いする方にもいろんなことをお話しするし、だからぜひぜひ、私にメールで、語りかけてみてください。いろんなことを伝えられると思いますね。であと街で見かけたりしたら声かけていただいても全然構わないんですけど、そういうことが今ちょっとあるので、ちょっと面白かったり嬉しかったりっていう感じですね。はい、じゃあそういうことなので、コンタクト情報もよろしくお願いいたします。お待ちしてます。